こんにちは、かいちです。今回はキングダム80の基本的な操作方法だったりとか、ギミック、あるいはマウントの紹介をしていこうと思います。まずはエピソード1です。グリードにカヌーを持っていかれてしまうんですけど、この方向、右に持っていったり左に持っていったりするんですけど、この持っていく方向が敵の本拠地がある方なので、ちょっと意識しておくと攻略が楽になるかなと思います。森の中を探索していると、仲間を見つけることができるんですが、これを解除する順番が今のところ重要ですね。多分バグだと思うんですけど、これ間違えると先に進めなくなっちゃいます。それでトロフィーを発見ですね。これは男の子を話しかけた後にコインが投入できるようになります。今度は逆サイドに行くと男の子がいたので、ここコイン投入すると、イベントシーンが始まります。下ボタンとか押してるとスキップすることができます。キャンプの中央にある、電話ボックスですね。ここをコイン投入するとイベントシーンが始まります。さて、男の子に話しかけた後、ここ女の子話しかけずにトロフィーを解除しに向かっています。ここでトロフィー取ろうとしているんですけれども、イベント普通だったらスタートするんですけど、なんと始まりません。ずっと何をしても始まらなかったので、順番が大事ですね。ではやり直しますが、まずは男の子に話しかけます。次に女の子に話しかけます。そしたらトロフィーにコインを入れると、軽めのブラッドムーンみたいになりますので、準備しておきましょう。手に入れたトロフィーを男の子にあげると仲間になります。敵の近くにいるとアタックして倒してくれます。マウントですね。正直効果はいまいちよく分かりませんでした。おそらくちょっとスタミナが長持ちするかなぐらいですね。プレイヤーもボタンを押せばウィリーして突進することはできるんですけど、敵を倒したりすることもできるわけじゃないので、特に意味がありそうな感じではないですね。ブラッドムーンの時だけ入手できるマウントがあります。日中は全然反応しないんですけど、いざブラッドムーンで夜のアタックが開始したら、コインを投入することができるようになります。ET をモチーフにしたマウントですね。アクションボタンを押すとめちゃめちゃジャンプします。次は女の子の解放を目指していくんですけど、条件の一つとして、ここの女の子のいるところが壁の内側である必要があるので、どんどん木を切って開拓していかないといけません。それで遠いところに壁を作るようになると、こんな感じで起動できる設備っていうのが増えてきます。これをお金入れるとどうなるかっていうと、すでに雇っている人たち、これは無職の人でも、何かしら弓とか大工とか何かしら役職を持っている人でも関係なく、ここにやってきてお金稼ぎをしてくれます。準備ができたら女の子のところで行ってコインを投入するとブラッドムーンがスタートします。自分は夜の間にやってしまえば、弓兵がスタンバイしている状態でスタートできるので一石二鳥になるかなと思うんですけど、こんな感じですね。で、注意点としてはこの間に壁が壊されてしまって女の子のいるテリトリーが壁の外側になってしまうと、ミッション失敗っていうことで、もう一回壁を作って、もう一回コインを投入して起動させないといけないので、そこが注意ですね。それでこのアタック結構、きついっちゃきついので壁は持たないと思います。なので壁は2枚貼っておくと安心できるかなというところですね。ちなみにこれは難易度カースですね。最高難易度です。それで夜が明ければ、女の子を解放することができるようになります。こうすることで中央拠点をレベルアップさせることができるようになるし、そうすることで、コンテナを作ってポータルを攻撃できるようになってきます。で、作った後1コイン入れると、一緒に歩いていって、このコンテナが縦になるよっていうことですね。それで左側のポータル攻めたいときは普通にこのまま左に向かっていくと勝手に向き変えてくれるんで、覚えておいた方がいいですね。自分は最初分からずに右しか攻撃できないと思ってたんで、そうではないよということです。それでコンテナの後ろには弓兵が多分8人ぐらいと、大工が3人くっついてきてます。
でコンテナの後ろでずっと攻撃して、ポータルを壊すっていうような作業に入るので、これを見守っていきましょう。で女の子はタックルするんですけど、これ攻撃判定ないみたいで、敵はノックバックするんですけど倒せるっていうわけじゃないので、そこも1個ポイントですね。はい、ポータル壊れました。そうするとリベンジアタックは必ず右側から来ます。で今女の子、コンテナを修理してくれました。こっちがちょっと立ち止まるとそういう修理をしてくれるんで、移動し続けないでそうやって止まってあげるのが大事ですね。でこれ、カースだからだと思うんですけど、ちょっとリベンジアタックがきつすぎるんで、こうやって連続でいかない方がいいですね。その都度その自分の基地まで戻っていくっていう方が安全だと思います。でコンテナが壊れると、解散状態になるんですけど、弓兵はその走る速度も遅いんで、グリードたちに追いつかれてやられちゃったりするんで、結構大きなダメージになっちゃいます。こんな感じでポータルを壊し続けていくわけなんですけど、コンテナはもう1回コインを入れるとそこで解散することができるんで、コンテナを置いて全員でも戻るみたいないうこともできます。でもこれはあんまり意味はそんなにないかなとは思うんで、コンテナ持って、壁の内側まで戻っちゃった方がいいかなって今は思ってます。さあ端っこまで来たらあとは中に入って閉廷します。この辺りは2クラウンの時と一緒ですね。壊したら、女の子に修理してもらうのを忘れないようにしましょう。中央まで行くと、3コイン入れて盗まれたカヌーを取り戻すことができます。ついてきてた大工さんたちはこれを運ぶために来てたんですね。かわいいですね。カヌーが戻ってきたら、中央キャンプでコインを入れると、次のステージへ進むことができます。でもその前にこのステージで、手に入るもの他に紹介していこうと思います。まずはバス停に置いてある黄色いバイクですね。こちら、速度調整が2つありまして、森の中で走るのが速いバージョンと平地で走るのが速いバージョンと切り替えることができます。上ボタンを押すだけですね。こんな感じで、森で速かったんですが平地に出ると速度が落ちます。だけど上ボタンでギアを変えてあげると、速度アップするっていうものですね。これ結構切り替えるだけで速度調整ができるというか、なんか雰囲気変わるんで、操作してて面白い乗り物だなと思いました。敵の拠点の反対側の川岸のこのポータルを壊すと一体どうなるんでしょうか。何かアイテムが出てきましたね。これを取ると右上の財布ですね、これが変更になりまして、若干ですがコインを多く貯めることができます。で今ちょっと声とかぶっちゃいましたが、トップガンの音楽とあとパラシュートで落ちる2人の姿が背景で確認できます。正直意味はわからないんですけど、めちゃくちゃ可愛い演出だなと思いました。トップガンは映画の中でそのマーベリックと相棒のグースがその緊急脱出してパラシュートで落ちてるんで、それのことなのかなとか若干思いましたけどね。ということでエピソード2いきます。主人公の家があります。この家の前に木があると、イベント発生しないんですけど、切ってある状態であればこんな感じでコインを落とせます。家の外にある犬小屋、これ修理すると、犬が出てきますんで、いつも通りコインを落とせば、ついてきてくれます。新しい仲間ですね。話しかけると、グリードに自分のリモコンを取られたから取り返してきてくれっていう依頼があります。なので持って行ってあげると仲間になれます。彼は何をするかというとメカニック担当で、コンテナの横でこのようなビームマシンを作ることができます。めちゃくちゃ強いです。ビームは貫通しないんですけど、まず飛距離がめちゃめちゃ長いですし威力も高めなので、こんな感じでゲート壊す時もかなり簡単になります。あとはこの三角の脚立みたいなものにお金を入れるとこのビーム砲を作ることができます。それで中央拠点のレベルをしっかり上げていればこんな
感じで隣にちょっとしたモニターみたいなのができるんですけど、これで3種類の砲台を切り替えることができます。ちなみにこれがビームですね。最初何もしなければこのガンタイプですね、直線的で連射しているような性能です。放物線を描いたやつですね。これは飛距離がすごいです。左側に見える、砲台よりも後ろにあるものからの攻撃が届いてますね。あとは複数の敵にもヒットしてます。この櫓にある砲台なんですけど、こんな感じでコインを入れて強化することができます。じゃあ強化するとどうなるのかっていうところなんですけど、多分攻撃力は変わんないんじゃないかなと思うんですけど、なんとこれ壁の役割をすることになります。なので敵が来るとまずここの壁を壊そうとして、で壊してから、先に進めるようになるんですけど、これ壊れたとしてもこの砲台自体が壊れるわけじゃないので、単純にちょっとしたプラスアルファの壁として使えますね。これマックスまで鍛えてますけど、これ多分ポータル壊した時のリベンジアタックじゃないかなと思うんですが、かなり激しい攻撃でも耐えてくれました。こちらマウントの開放ですね。これコインを入れるとシュルッと来て一発でスケートボードだと分かるっていうのがかなりなんかおしゃれだなと思いましたね。でこのマウントめちゃくちゃ面白いのが、なんかダッシュボタンとかを押して加速するわけじゃなくて、方向キーをこうやって何度も連打していくと足を蹴ってこう加速していくみたいな。しかも何も押さなくても、ある程度ずっと走り続けてくれるみたいなところで、めちゃくちゃ面白いマウントだなと思いました。このままブラッドムーンの解説に入ります。ちょっと仕様が変わっています。このように夜になってブラッドムーンが始まると、弓兵さんがですね、片方にそのブラッドムーンの敵が来る方に集まるようになりました。今だと右から左に走っていったんで、左から来るっていうことが分かるようになりました。なのでワンちゃんがいなくても、どっちから来るのかっていうのが分かるようになっています。さてまた川岸の方のポータルを壊してみましたけども、もうすでに、この財布が新しくなっている場合は新しくもらえるわけではないです。だけどこのイベントっていうんですかね、トップガンのやつはまた見ることができます。さてこれもマウントですね。ここまで壁を広げておいて、多分ブラッドムーンの夜の間だけ、またこれを開けることができるっていう仕様なんじゃないかなと思うんですけど、こんな感じで開放することができます。ちなみにこれはバグですね。かなり珍しいなと思ったんで、ちょっとこのまま収録して保存しておこうかなと思って掲載しておきます。結構長年キングダムやってますけど、この類のバグは初めて見ました。多分制作サイドからすると載せんなっていう話だと思うんですけどね。でこちらなんていうんですかね、なんかミニトラックかな、アクションボタンを押すと突っ込んでいきます。こちらはステージの端っこですね。ここにコインを投入すると、メカテックの方がここでずっと作業して、橋を平らにして、通れるようにするっていう、その間にずっと敵が攻め続けてくるんで、それを防いでいこうねっていうイベントですね。でそのすぐ後ろに、櫓が2つあるんで絶対開放しておいた方がいいと思います。ではエピソード3いきましょう。地獄の黙示録マウントをですね、乗っかるとなんと攻撃ができるようになります。ボタンを押すと、こんな感じで、ペシペシペシと攻撃できるんですけど、スタミナの消費がめちゃめちゃ激しいので、こんな感じで、走って逃げることができないぐらいスタミナがなくなっちゃいます。犬取られちゃいましたね。乗るときは気をつけましょう。マウントですね、スケボーです。多分バックトゥーザフューチャーに出てくるやつのモチーフなんじゃないかなと思うんですけど、車輪がなくなって空中に浮いているような感じがしていますね。基本的な性能は一緒ですね。で、アクションボタンを押すとフリップするっていうような感じです。トラックを調べるとイベントがスタートします。このトラックにつけるパーツを探しに行くっていうような流れになっていきます。こんな感じでガンガン進んでいくんですけど、中にはこういうコインを入れて、取っていくパーツがあるんですが、ちゃんとついてきている大工さんがですね、こうやって拾って、車のところに運んでいってます。で時間が経つとちゃんと画面端から戻ってきて、でまた拾っていくっていうような流れになっているので、結構こういう演出は細かいなと思いました。
定期的にこのコンテナを、女の子に直してもらわないと、コンテナ壊れちゃうので、そこは気をつける必要がありますね。で全部揃ったらまたこういう感じでトラックを調べると、しっかりと設備を強化して、なんと、子供だと思うんですが、かなり過激なことをやらかします。これは吹いちゃいますね。ではエピソード4いきます。こちらはキャンプあるんですけど、従来のキングダムと同じ仕様になっているので、両端の木を切ってしまうともう人が発生しなくなってしまいます。その後キャンプ場を作ってしまえばいいんですけどね。で、ブラッドムーンなんですけど、3日目に必ずあるっぽいです。なので特に、レベルが最高ランクのカースとかだと、めちゃくちゃ難しいので、皆さん頑張って耐えてください。今のところ、森側からじゃなくて、モールの内側の方からしか攻めてきてないんですけど、必ずそうなのかどうかちょっと分かんないので、どっちに準備しておくべきなのかっていうのは、考えていった方がいいと思います。はい、我ながら上手ですね。森の中のこの場所ですね、雨の日だけ開放できるみたいです。昔からいるユニコーンの枠だと思うんですけど、角が生えてなくて虹色になってるんですけど、確率でこんな感じで、コインを出します。あとは、光った後だったらこんな感じで、かなり高速でダッシュすることができます。でこっちも端っこ、壊してみたんですけど、もうお金の財布が変更されていれば特に新しく何かもらえるわけではないです。ここは人が出てくるスポーンのところ、周りの木を切った場合どうなるかっていうものですね。こんな感じで、キャンプ場新しく作れます。であとお母さんが出てくるイベントが発生するところが今さっきコイン入れたところですね。あとこちらは、端っこを攻めていけば、ゴールインということになりますね。それで、残念ながらバグを発見してますね。このコンテナ壊れたら、失敗っていうことになるんで、通常であれば外に出れると思うんですけど、なぜか出れなくなってしまいます。そうするとあとはもう王冠取られてゲームオーバーになるしかないっていう状態になるので、そこはちょっと残念ですね。で同じく、最後のクリアのところまで行ったとしてもバグって、その先に進まないっていうような状態も確認できていますので、それをちょっと見てもらおうかなと思います。この後通常だったらエンディングに行くんですけど、なぜかそこに移行することなくずっとこの画面のまんまみたいな感じですね。で敵はずっと生まれ続けるんで、倒しててもしょうがないっていう、そのうち倒せなくなっちゃうんで、こんな感じで、どのみち最終的にはやられるしかないみたいな感じで、ちょっと悲しいバグですね。で通常であればこんな感じで、エンディングが始まって外のアニメーションが始まって、あとは何もしなくてもエンディングに進んでいくっていうような状態になります。最後にマウントですね。こんな感じで、骨を取った後、外に出てそれを入れるところがあるんで、そこを開放するとこれもバックトゥザフューチャーのやつかなと思うんですけど、マウントが取れます。ボタンを押すと炎を撒き散らすっていうやつで、昔キングダムにもあったタイプのやつですね。ということでキングダム80の、あらゆるものの解除方法でした。ありがとうございました。